はい、それでは F3 を作っていくの。千疋屋の種で作ったメロンからさらに取った種で作るメロン。F3 です。を作っていきたいと思います。こっちが種洗って取った、前回の動画でやった大きい方の千疋屋メロン。1.38 だかなんだかで、両方とも内容はもう17度以上。17.5 だから 17.8。大きい方の、その F2 から取ったメロンと、小さいしっかりした方の、F2 から取ったメロンの種で、今日から巻いていきたいと思います。今日は、5月の2日。なので今巻くと、お盆ぐらいに取れるかな。早くてお盆ぐらいだと思うな。なので、今日巻いていきます。今日が1日目、スタートします。はい。今日は5月の4日。おととい、種を巻いたやつ。千疋屋の F3 の種。巻きました。どうなってるでしょう。よいしょ。まあちょうどいいぐらいかな。出てきた。だいたい出てる。よっけー。はい。それでは、千疋屋の、メロン。種をまいて、菜芽を1日して、巻きました。さあ、発芽。こっちは、千疋屋 F3、大きい方。栽培してもう全部根っこは出てたから完璧に生え揃うと思う。今日は5月の6日です。2日、これが千疋屋 F3 の小さい方。2日に巻いて、今日が6日だから、3、4、5、中3日。もう発芽。いい感じ。芽が出てきた。はい。もうちょっとしたらまた取りたいと思います。発芽しました。はい。今日で種をまいて、今日は5月の12日、そして2日にまいた種です。千疋屋の F3。きっちり揃った。まあでも、遅いやつもあるけど、遅いやつはもう植えないから。30はできてるから、まあ選べる。これはちっちゃい方の F3 です。こっちも全部生え揃ったな。綺麗。いい感じでいけてる。10日目以上です。はい。今日は5月の22日。植えてから、2日に種をまいて、今日で20日。だいぶ大きい苗になってきた。いい苗になってきた。これを、もうちょっとだな。あと1週間。1週間はかかんないか。あと5日ぐらいで植えたいと思います。はい。それでは、今日は5月の28日。苗ができました。結構しっかりした苗ができた。あ、これ二っ葉だ。これは二っ葉はダメ。二っ葉ね。ここから2本出てるから。まあ、それ以外のいい種を植えていきたいと、苗を植えていきたいと思います。順調に種ができました。今日定食します。5月28日。はい。それでは、千疋屋 F3 定食していこうと思います。さっきの苗を、よりいいものを選んで、こっちが、ちょっとつうか、前回大きい方の千疋屋の、メロンの F3。まあまあだな。26日苗。こうさ、徒長もせずにさ、結構しっかりこじっかりとした、いい苗になった。根っこもある。十分。
いいよ。いいね。入れていきます。28本ずつやりました。28本の中からこっちの大きい方の中でよりバランスがよく美味しくて木の状態も見ていいものを1個だけ残して今度は F4 にします。そしてこれが小さい方のメロン、だからそこまで伸びすぎずにいける、夏とか暑い時期いけるかなっていう感じでちょっと試しにやってみます。ちょっとあとはこれ多分今のところは全然順調なんだけど心配なのがこっから今5月28日なんですけどこっから気候がどんどん多分暑くなっていく。でメロンが交配終わってなってきたぐらいからどんどん暑くなると思うのでその時に春系だとすると伸びすぎたりとかしないかなっていうのがちょっと心配。伸びすぎたりしても別にいいんだけど出荷するわけじゃないから。ただその状態の時にちゃんと次に残していく種というかメロンをしっかり判別できるかどうか、気候的なの良さとか伸びすぎとか気候的なものも関わってくると思うので、まあそれはこの20数株の中からより一番いいものを選ぶしかないんで、まあそれはしょうがないんですけど、こんな感じで定食しました。次は活着の時にまた撮りたいと思います。以上です。はい、今日は6月の1日定食後4日経ちました。もう活着しましたね。葉っぱが大きくなってきて植えた時の葉っぱの上の3枚目4枚目がかなり大きくなってきたのでもう活着しました。順調です。がっちりした木になってきてる。はい、今日は6月の4日定食後1週間経ちました。今下葉の第1回目の静止をしています。これはもうやった後でここからやるやつで今日から静止してで今日から水を切っていきたいと思います。生産始めます。今のところというかまあ病気もなく順調に来てます。でやっとここのところで天気が良くなってきました。今までずっと天気悪かった。はい、そんな感じです。木がよくできています。はい、それでは今日は6月の9日今日で定食から12日目静止をしていきます。2回目のでここ最初1本残しといたやつを取ってここの10節ぐらいまで脇芽を取っていきます。10節まで。はい、それで交配を待つっていう感じ。これがF3 千匹屋 F3 の玉が伸びるであろう方の種を残したやつで、こっちが硬くてこじっかりしてた方のメロンのです。でこれすっげえ木ができる。やっぱりこのメロンなんかすごく木ができる。見てみればわかるけどこれこんな感じとこんな感じ、うちのメロンこんな感じシューッとこう伸びて、これがちょうどいいような木姿だとは思うんですけど、こっちはこうこじんまりとっていうかこう短く、まあちょっといろいろやっぱりデコボコは出ますね。ここ背の高さが若干違う。こうじゃ
ボコボコです。まあでもそうだな、やっぱりそんな感じがするな。これはちょっとほら背が小さいし、こんな感じでこれは伸びてるし、まあここいらも考慮しながら F4 に向けていこうと思います。で、生産前回から水かけてません。今日で5日目ぐらい、そろそろ戻したいんですけど、天気があまり良くなかったから、すぐ戻せるというか、乾きが悪いからなかなか戻せないような状態でも、もう1日2日、今日もしくは明日には戻していきます。4日にはかけて水切っていくから、5、6、7、8、9、今日で5日断水目。そろそろだな。結構ここいら乾いてきてるから。はい、そんな感じです。定食12日目。はい、それでは今日は6月の12日、定食後15日経ちました。そしてまあデコボコだね、やっぱりいろいろね。これはすごく伸びがいい方で、4、6、8、10、ここが11節目。11節目に脂肪が確認できますね。いる。大丈夫だ。ついてます。みんなついてます。11節目。11節目から後輩を狙っています。で、ここからが固めの F3 線引きが。ここは多分雨が滴ってくるんだな。雨が滴ってきてちょっと濡れ気味のところはやっぱり伸びが違うね。水の量だね。順調に来てますね。病気もいなす、スリップスもいない。うどん粉もまだ出てません。はい、定食15日目。はい、それでは今日は6月の18日です。そろそろ明日ぐらいから後輩になりそうです。定食を5月の28日にしたので、今日で5月の定食後22日目です。明日ぐらいから、まだちょっと咲かないかな。今回もしっかり女優をして明日から咲くのもある。女優して後輩を迎えたいと思います。これも咲く。明日からだな。はい。木もちょっとなんか最初から比べると揃ってきた気がするけど、まだちょっとデコボコしてっかな。ここいらから硬い方の F3。まあでもまだわかんないな、特徴はどうなるか。いい顎が結果紙がついてます。しっかりとほら女優をして、ちなみにこっちもういつものうちのメロンはもう後輩が今日から始まってます。はい、以上です。次は後輩の時に取ろうと思います。それでは千匹穴 F3、 今日は6月の21日。前回が18日だったかな。で19日から後輩始めました。19日の後輩がこれで、これが昨日後輩、これも昨日後輩だ。今日後輩のやつもあるぞ。今日後輩のこれ、まあ順調に後輩は済みましたね。3日で終わりました。だいたいたまにちょっと細いやつがあるかな。そろそろ摘心もできそうですね。今のところ順調に来てます。これからは玉のがついてくるので、玉の膨らみ具合を中心に取っていきます。今までは木を取ってたんですけど、だんだん揃ってきたな。
で、早いところはもう摘心をしてあります。どっからだ？ここからちょっと固めの半分ずつ、だいたい30株ずつぐらいやってありますね。F3、すごく木ができます。順調です。これで交配3日目か。全部、女優、おしべ全部取ったやつで、しっかりと、その株の花粉で交配してあるので、ここから、F4 に向けて作っていきたいと思います。それにしても暑いです。もう今夕方5時過ぎて、ちょっとは日が陰ってきたんですけど、暑いですね。今日は夏至、一番昼が長い。暑すぎるので、そろそろ遮光を考えます。遮光ネットかけて、遮光というか、遮熱ネットで、ちょっと、暑さの直射日光からメロンを守っていきたいと思います。はい、以上です。はい、それでは今日は6月の、24日。交配後、19日に交配を始めて、今日で24日、5日経ちました。だいぶ大きくなった。これが初日に交配したやつ。これが2日目に交配したやつ。2日目。これが4だから3日目交配にしたやつ。摘心ができるやつはもうどんどん摘心していってます。そしてもう摘果していっちゃう。これとこれだから、こっちをお尻がちょっと出っ張ってるからこっちを取る。でこれはもう1本しかない。これちょっとへそ曲がりだな、これ。でこれはこれとこれとこれでいいかな。ってな感じで摘果をしていこうと思います。摘心もしちゃいます。ちょっと片手じゃ難しい。摘心、脇芽も全部取る。そして実に全てのパワーを集中させる。3日取りはそれがいい。これが交配5だから、交配後4日交配後2日ぐらいか、これは。でこれが交配後3日。これでいいな。こっちは取っちゃおう。はい、それで摘心もして、でここに集中。いい、ちょっと見ていきましょう。あ、これなんかもう早めに摘果したやつだからでかい。でもちょっとダグが気になるな。樹勢が強いのか。はい、はい、はい、もう日に日に大きくなるから、また交配後はちょっとまた 2,3 日で取っていこうと思います。ここいらから硬い。まあいい感じで上も全部ある程度きれいに摘心して揃ってきたな。うん、いいぞ。こんな感じで交配後、今日は5日でした。また次を取っていきたいと思います。摘果と摘心終わった。はい、それでは今日は6月の25日。昨日1日水を生産しました。しおれたので今水を戻してます。玉はげそんな悪くないけど、1回まあでも悪いやつもあるな。もっと一気に白く持っていきたい。ちょうどいいかな。今回はちょっとこれで早めにネットが来てもいいから、どっちにしろ伸びるから絞って。交配後1週間です。これ早いやつが
でこれが交配後6日、いいメロンになった。摘心もほぼ終わり、摘果も全部しました。順調だね。順調だけどこれから暑くなるからちょっと心配ではある。今日からしばらくなんか梅雨空が戻ってくるということで天気が悪くなりそうなので、まだ遮光はしてません。この雨がいっちゃったら遮光するかもしれない。その時の状況による。はい。でこうやってちょっと印立ててあるんだけど、この印はあまり木の状態がちょっとなんかいまいちというかのやつを、もうこれは次に残しませんよっていう印で立ててる。例えばほら、これなんか下が結構積みすぎちゃってて、なんかあまり個性的すぎるやつはちょっと印をしてあります。はい、1週間、交配後1週間でした。いいやつになってきたよ。ほら、状態もいい。以上です。はい、それでは今日は6月の29日。結局遮光しました。すごい猛暑、超暑かった。だから遮光をかけた。今日は夕方、6月29日の夕方です。緩んではいないんですけど、なんかすっげえ濁が出ちゃった。濁ってこのかぼちゃみたいなこの筋、なんでだ？結構全部的に出てる。全体的に樹勢が強すぎたのか。で玉釣りもしました。18日から交配を始めているので、だいたい10日ぐらいかな。10、11日。春系でこんだけ蒸し暑いから玉が膨らみがすごい。でそこまで緩んではいないが、緩みそうで怖いな。水がもう切れないように遮光もして。あざ来た。やっぱ暑かったか。日焼けケロイドだよが来ました。まだ1個で済んでるか。水切った時かな。ここはなんか知らないけど水がすごい。まあでもとりあえずなんとかでしょう。猛暑でもこの遮光やったら結構涼しい。いいよ。そんなに日よけにもならずに涼しいです。30% カットの遮熱シート。ちょっと濁が来てあざが出て心配ですが、まあ種取りと考えればちょっとぐらいあざが来てもしょうがないかな。はい、そんな感じです。6月29日。大きくなりすぎそうな予感。以上です。はい、それでは千匹屋 F3、今日は7月の2日、6月の19日から交配したので今日で13日目です。ネットが少し出てきたんだけど、なんかちょっともやもやっといまいちなので紙をかけていきます。こっちはうちのメロン。まあまあ音もね、ムラが緩んでるやつがほら、こっちのがまだ硬い。緩んでここもうネットが来始めてるけど、なんかちょっといまいち気に入らない。うちのメロンはさ、これさ夏系だからさ、まだ夏系って一番硬い方のメロンだからしっかりとこうネット来てるんだけど、こっち春系だからさ、なんかあっという間に緩んで、なんかうまくネットが出なそうな
大荒れしそうな気がするからさ、ちょっとネットをかけ、ここはもう来てるけど、ちょっとモヤモヤだね。もうちょっときっちりと縦には縦って割りたいね。なのでこれメロンの薄葉紙をこうかけて、これで湿度を与えて、割れやすく、ネットを着やすくします。これできっちり割れて出してあげられれば、このまま来てさ、しばらくネットが来ないとさ、その後にさ大荒れとかするからさ、これで早めにネットを来させたい。交配後13日、もうちょっと早くかけてもよかったかな。車高をかけるタイミングはね悪くなかったと思う。こっちの夏系のメロンの方が、うちの夏系のメロンの方がちょうどいい感じでネットが来てるから、これで、これなんかこのまんま素直にいってくれればそこそこいいメロンになりそうだけど、こんな感じでお尻もまだチリチリだね。あんまり来てない。こっちは来てる。よし、じゃあこっち見ていこう。あざがちょっと来てるやつもあるけど、まあしょうがないな。これあるあるなんだけど、こうあざが来たところはさ、結構ネットは走るんだよね。硬化してるってことだよね、肌が。はい、こんな感じで、これもほらケロイドが来て、こういうとこあざが来てるところはもうしっかり割れてる。今日は久々に曇りですね。なのでここのところはちょっと水が濡れすぎてるから、昨日の夜ちょっとかけてみたんだけど、回ってきた。これちょっとでけえな。こんな感じでかけていく。はい、なのでこっちはちょっと固めのやつをやってみたんだけど、まだそこまできっちりと個性分けはできてないな。はい、今日は交配後13日目でした。はい、それでは千疋屋 F3、今日は7月の8日です。前回2日に紙をかけたのでどうなってるでしょう。取ってみます。ネット回った。ちょっと緩み加減だな。回ってるけど細かいな、厚いんだな。これはちょっとネットがまた違うぞ。ちょっと片手でやるのちょっと大変だな。厚いからな。ネットがちょっとちりめんに出てるな。細かく出てる。玉もすげえ、かけた時よりすげえ膨らんでパンパンだよ、紙が。こんな感じだな。すごい伸びてるぞ。でかいぞ。これは綺麗にネット出てきてる。少しちょっと暴れ気味だな。ちょっとこれ片手では厳しいので、一回全部紙外したら、並んで取っていきます。はい、それでは全部紙を取りました。ちょっといろいろやっぱり個性が出てきましたね。そして大きい。これで一回早めに玉拭きをして、
表面をきれいにしてあげます。まあとりあえず回った。ネットはきっちり回った。いい悪いはあるけど。いいのもある。あ、これはあざね。この間言ったちょっとケロイドになったやつ。ネットと加味していろいろやっていこうかな。はい、それではじゃあ次は一回早めに玉拭きやって綺麗になったところをまた数日後に移します。 F3 です。はい、それでは1000ビギアの F3 です。ちょっと細かいネットになっちゃいました。そしてダグが出ている。こんな感じ。個体差がすごい。そしてネットが薄いっていうのも熱すぎる。温度が熱いです。ネットがなんかちょっとチリチリと消え始めてる。これは嫌だな。玉拭き何回もしてるんだけど、もう1回してもう1回したんだよな。だからまたもう1回します。個体差すごい。やっぱ春系だからかな。夏じゃないからネットが消え始めている。暑くて多分耐えられないんだな。遮光してるんだけどな。遮光して結構、今夕方です。結構遮光して暑さは抑えてるんだけど、これを漏らしていくしかねえな。ダクが出ているのと出ていないのがある。これは種的なものかどうかって、あとは食味かな。はい、7月の16日。ネットが薄い。困った。以上です。はい、それでは今日も1000匹屋の F3 です。今日は7月の24、前回16日で中1週間経ちました。少しネットがまとまってきたけど細い。多分春系なので暑いのに苦手なんでしょう。でもこれはちょっとはっきりしてきたな。このダクとかネットの森も含めながら、これが立ってるところはもう木振りがちょっと違ったので、これ以外のやつでネットの回り具合、あとは味とかを吟味しながら F4、 これなんかまだいい方だな。ダクもそうでもないし、こういうやつを F4 の候補にしていこうと思います。でも春系の割にはネットがそこまでも消えずに済んでいるのはどういうことだ。遮光のおかげかな。これもまだ大丈夫だな。こういうのを残して吟味する。味と滑らかさと、これも悪くねえな。まあでもそこそこのやつが残ってきたというか、消えそうだっつったところ、ここいらちょっと消えてるんだけど、ちゃんとに玉拭きが効いたかもしんないな。こういうことだな、玉拭き。こっちはちょっと、これなんかしっかりしてる。やっぱりこっちはちょっと小さめの F3 でいってます。まあなんとかなってきた。弱った。ちょっと濡れすぎてるので水を考えよう。一回乾かす。はい、以上です。はい、それでは今日はこれです。1000匹屋のマスクメロン F3。こんな感じでできてきたんですけど、ネットが薄いです。
今日は8月の1日。今、千葉県の、太平洋岸の方に、台風がちょうど通ってる頃ですね。すごい伸びすぎてるね。やっぱり、これは額がすごいな。多分こういうのはちょっと残せない。いっぱい切るしかないな。これぐらいだったらまだなんとか。まあ、この夏のっていうか、真夏の暑いところで、一番暑い時期に、このぐらいで春系がいければ、結構良くなると思う。これがそこいいな。ちょっと、ネットは薄いけど、これは丸もしっかり丸で、ダブも出てない。これもいいな。これはちょっと吟味してみましょうね。で、ここいらからちょっと固めの種をやった方ですね。これなんかいいかもしんない。ほら。結構いいよ。やっぱりちょっと固めの種をやった方が、やっぱり厚さに強いのかな。なんかこっちの方がネットがしっかりしてる気がする。ほら。ほぼ一緒。管理は一緒だから。すごいツールが。これなんか、結構よくできてる。俺も。これは、ちょっと、硬い方は有望ですね。ただ、こっからまた、この次の作に、F4 に行くので、これで、って感じですね。以上です。はい、今日はこれです。千疋屋の F3。今日は8月の6日。今日で交配後48日ぐらいかな。もうそろそろ収穫が見えてきました。次の動画は収穫になるかもしれないです。こんな感じ。ちょっとネットは良くなってきたような気はするけど、木はまだ元気。そろそろ収穫を意識しながら。ネットは盛らなかったな。うまくできなかった。でかくなりすぎた。まあでも、しょうがねえよな。これ、春系の想定でいくと、今、本当だったら、夏系というか、生花系のメロンやらなきゃいけない時期なんだけど、まあでもネットは消えずによくこういうメロンになったよ。まあいいっちゃいいな。優秀な種なんだな、多分。ここいらしっかりしたネットになってる。まあね、その中でもってことだけどね。すごいもう脇芽がどんどん出てきてる。すげえ取れない。取った。ほら。こいらはい。そんな感じです。あともうちょっとです。収穫です。はい。それでは、今日で収穫になります。千疋屋 F3。今日は8月の12日、7月の18日に交配をしたので、今日で55日。色は回っちゃいました。が、色はまあいい。これは色が回ってない。なのでもう全部一気にもぎます。出来がいい悪いが、もう出揃ってますね。こんな感じ。これなんかいいぞ。良さげなのもある。あとは内容を見ながらどれを選抜するかを決めます。この真夏の暑い中に春系でやったから、もうちょっと取っときすぎたな。みんなに配りましょう。残念。落ちてるやつがある。もうちょっと早めでもよかったな。でもここいらしっかりしてるのもある。悪くないぞ。
れもすごい暑い中で育ってきたから。でこの中でしっかりしてるやつ、そして大きく伸びそうなやつ、ネットの針すべてを総合して、次の F4 に向かっていきたいと思います。収穫以上です。千匹屋の食べたメロンの千匹屋のメロンの種から作ったメロンの種から作ったメロン F3 完成しました。でこっちがちょっと大きめというか買ってきた F1 の品種と同じぐらいのメロンの種を F2 の種を使った F2 で、こっちがちょっとこじっかりしてる小さめのF2 の種を使ったメロンです。まあこれとりあえず良さそうなのでこれ切っていって、重さ2キロ超え。まあだから春系で今暑い時にやってるから、これは時期が外れてんだよ。で今日が8月の13日、これで今日もうこれでどれかいいの見極めて種を取って洗って乾かして、でも明日始めます。今から始めると春秋系春系とかだったら多分ちょうどいいから、11月か10月の終わりぐらいにはもげるから、多分それは適期だと思う。じゃあ行きます。ネットも消えずにとりあえずいったけど、ネットが薄いね。いきます。オープン。おお、いいね。滑らかやね。いいね。肉がいいよ。じゃあここら辺を行ってみましょう。どうぞ乗ってくれるといいけどな。せーので 15.1。あ、心地が違うんだよな、滑らかだと。おお、これもちゃんと滑らかだわ。いいよ。そうですね。ここ入れるか。光が入っちゃうと出ない。あれだいぶ違いますね。下げないやつです。いくか。まずはこれからいってみましょう。これもそれでもこうざっくり見てもさ、こっちの方が大きくなってるし、こっちの方がちょっとちっちゃいよ。はい。ちょっと 1.8 ですもんね。16.1。OK です。うい。おお。滑らかでね。16.8。それでは F3 上出来に、季節外れながらも上出来なメロンができました。でこれから F4 にやっていきたいと思います。もしよかったらグッドボタンをください。以上です。